ああ、銀河か。確かに今日は暑い。だが暑かろうと寒かろうと鍛錬を欠かすことはできない。暑いからと気を抜いていては後々必ずやこもることとなるだろう。そういうことだ。もしもそのような悠長な理由で戦が止まるのなら、この世はもっと平穏だろうな。そもそもそれでは戦が起こるかどうかも怪しいな。平和ではあるが、しかし怠惰極まる世界でもありそうだ。いや、そのなかなかきっかけが見出せず少々遅くなってしまったが、私は一言銀河に謝りたかったのだ。子馬が生まれた時のことだ。銀河も馬小屋に来てくれただろう。しかし私は銀河に挨拶一つしなかった。いや、気づいていた。銀河があの場にいることには気づいていたのだ。しかし私は銀河を意図的に無視した。後から銀河が来た理由を人づてに聞いた。銀河はあの子が生まれると聞いて応援をしに駆けつけてくれたのだと。わざわざあの子のために出向いてもらったというのに、私は銀河を無視してしまった。いないものとしてしまった。だから謝っておきたかったのだ。一言すまないと。銀河が私に声をかけずに無言で去ったのも、やはりあの場の空気を乱さぬためか。その配慮に感謝を。おかげさまで産後も良好だ。母子ともども実に健やかなものだ。国生はきっと良い馬に育つ。よかったのだ。この上なくな。
馬は騎兵にとっての足であり武器である。私にとって馬は己が生死を託すにふさわしい尊き存在だ。そう、馬はただの道具ではないのだ。馬を道具として扱う者は騎兵として大成しない。血をかけるための自身の足を、身を守るための武器をただのものとして粗雑に扱う者が戦場で生き残れるはずがないからな。つまり私にとって馬とはいわば安心のようなもの。そう考えているからこそ私は鍛錬に手を抜かないのだ。より馬と一体になるため、そして私を乗せてくれる馬に安心に恥じぬ動きをしてみせるためにな。その褒め言葉ありがたく受け取ろう。さて、少々話し込んでしまったか。私はそろそろ鍛錬を再開するとしよう。どういうことだ？そうなのか。どうしたものか。いや、そんなものはない。あるのならばこのような場所で真昼から行ったりはしない。問題はもっと別にあるのだ。その、お前にじーっと見られているとうまく高連と震えぬかもしれない。だって恥ずかしいだろ。それとこれとは話が違う。このような近場で誰か一人にじっくりと見られたことなどないのだから。何を話した銀河。私とて動揺することも戸惑うこともある。人間なのだから当然だろう。実際はお前に鍛錬が見たいと言われただけで取り乱すほどなのだがな。そうなのか。自身の顔とは見えないものだからな。
か。私は今いつもと変わらぬ顔をしているのか。とにかく私は鍛錬を始める。見てくれても構わぬが、あまり期待はしないでくれ。あともう少し下がること。そう。問題ない。足を少しひねったか。いや、銀が一人に心をざわめかせられ失態を犯すなど、全ては私の未熟が問題なのだ。まったく我ながら年がたい。ああ、問題ない。少しばかりひねっただけなのだから、そう心配せずとも。少し痛むな。いや、大丈夫だ。この程度問題ないと言っているだろ。それにこれは自業自得なのだ。銀河を頼るわけには。銀河、お前何を。笑ってないで私の話を聞け。銀河、お前は何を考えているんだ。こんな。だから私は銀河の手を借りずとも問題ない。自分の不始末は自分で。それは確かに銀河の言う通りだが。銀河はずるいな。
リズメの後に心情まで利用して説得をするなどと、これでは反論できない。致し方なしか。分かった。今はおとなしく運ばれることとしよう。それでは私の部屋まで頼む。人に、しかも男にこのように運ばれたのは思えば初めてだな。いや、ただの独り言だ。その銀河の腕の乗り心地は悪くないと。甲乙つけがたいな。そもそも趣が違いすぎる。あ、金河、私は重くはないか？そうか、ならばいいのだが。そういえば、いや、私は先ほどまで鍛錬で動き続けていたわけで、相応の汗をかいているのだ。だから。そうか？そうか。それは良好だ。だからといってあまり嗅がないでくれ。恥ずかしいだろ。そう言ってもらえるのは光栄だ。髪は女の命とも言うから、私
私も相応の気を払っているし。当然だろ、私とって女なのだから。馬や部位以外にも興味の湧く事柄もあるのだぞ。女らしく、例えば料理とか。こうして運んでもらっている礼として、私もできれば膳を用意したいとは思うが。興味があるだけで全く手を出してはいないから、もう少し待ってくれると助かる。そこまで時間がかかるほど私は不器用ではない。